犯罪のニュースを見て、なぜどんな人がですね、こんな残酷な事件を起こしてしまったのか、そういうふうな疑問を持ったことが、きっとおありではないかと思います。犯罪に関する報道というのは、事件発生後は非常に盛んに行われますけれども、だんだんですね、動機が分かってきて、どんな人かが分かってくると、急激に、報道されなくなって、判決が出る頃には、大体世間の関心は薄くなってしまうということがほとんどだろうと思います。今日はですね、そうした犯罪をした人たちのその後について考えてみたいと思います。私は刑務所や少年鑑別所というところで心理職として働いていました。皆さんですね、ここで質問なんですけれども、1年間に刑務所から釈放される人の数、どれくらいだと思いますか？平成29年1年間で21,998人刑務所から釈放されています。約2万2000人の人が1年間に社会に戻ってきているわけですね。刑務所の中でですね、なるべく長くいてほしいとか、反省させるためになるべく厳しい環境に置いた方がいいんじゃないか、そういった考えの人も多いと思います。ただ、今日考えてほしいのは、長く厳しくただ閉じ込めていくだけっていうのがですね、その後にどういった状況を生むのかということです。長くただですね、いればですね、身近な人とのつながりはどんどん失われていってしまいます。受刑者の人もどんどん年を取っていきます。厳しいだけで教育が行われなければ、技術とかですね、資格とかも何も身につかないということになります。その状態でまた社会に戻ってくる。そういう人たちばかりが2万人以上ですね、毎年社会に帰ってくる。それがその後どうなるか、想像してみてください。決して難しい想像ではないと思います。犯罪心理学は、そうしたですね、社会に戻ってくる人たちが、どうしたら良くなっていくのかということを考えています。さまざまな課題はありますけれども、犯罪心理学は課題がまだたくさんあるからこそ貢献ができる、そういうところが多いんじゃないかと私は考えています。